これはスコーンです。お昼ご飯スコーンやね。もうお腹ペコペコ。うん。小麦粉、薄力粉にベーキングパウダーを混ぜてふるってあります。これにお砂糖小さじ1杯とお塩小さじ4分の1を入れます。混ぜます。いつものレシピは卵が入らない。でも今日のレシピは卵が入ります。お砂糖の量もすごく少ないです。なぜ今日このレシピにしたかというと、ベーキングパウダーが足りなかったからです。買い物行ったのにね。はい、ここにバター入れます。まず混ぜます。溶かさんでいいんや。溶かしたらスコーンにならない。そうなの？溶かしてはダメなんです。なるべくこのバターが溶けない状態で混ぜたい。スコーンのサクサクの秘密はこのバターの温度なんです。ある程度まとまったら混ぜていきます。つまむように粉とバターを混ぜます。ここでより粒子を小さくしてこの小麦粉とバターが合わさって粒の大きさが粉チーズみたいな感じになる。それがちょうどいい大きさだそうです。卵1個に牛乳を加えて全部で 70cc にしたものがあります。これを卵をきれいに終わりましたので、これを中に入れていきます。バーッと流し込んじゃいます。そして粉をかけます。穴開いて出てきましたね。混ぜますね。手早く混ぜます。手早く混ぜます。手早く混ぜます。ぐるぐるしてはいけません。レーズンとかをここで入れてもいいですね。私は好きじゃないのでやらないけど、チョコチップを入れる人もいますね。これに牛乳を塗ります。牛乳を塗るとちょっとツヤが出て美味しそうに見えます。スコーン同士はまあちょっと膨らむんだけれども、縦に膨らむので、ちょっと塗りすぎた。スコーン同士はちょっとくっつき気味に並べた方がいいらしいです。なんで？水分が蒸発しにくくなるから、表面カリッと中はなんかふわっとというかしっとりっていうか、そういう食感が保てるから。へえ。コーヒーをひいていこう。いただきます。いただきます。じゃあ早速スコーンいただきましょう。スコーン。どうでしょうか。なんかうん。くっつきすぎなぐらいくっついて、
サクサク。サク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 でふわふわサクサク。いつもよりも甘みが少ない。結構しょっぱく作った？そうね。ちょっとお塩多めで、お砂糖はいつもの半分ぐらい。半分近い4ぐらいかな。ホイップ作ってくれたので、ホイップのせて、こうですよ。美味しい。ホイップが乗るとゴージャス感が増すね。コーヒーってうまい。コーヒーもうまいだよね。甘みが少ないから、やっぱりジャムとかもあってもいいね、これはね。そうだね。ホイップとジャムと両方つけるといいと思います。今日行ったスーパーにクロテッドクリーム売ってなくて、サワークリームも売ってなくて、泣く泣く生クリームになりました。このクリームは高梨のクリームです。いいやつだよ。いいやつなんだね。美味しいやつ。うまい。高梨のクリームってスターバックスでも使ってるやつかな？そうなの？おそらく。おいしい。ガツンとくる美味しさ。サラダまでやると、もう立派なランチだね。そうだね。今日のこの黒いものは胡椒ではありません。胡椒じゃないんだ。マカオ。マカオ。最近日本でもあるよね。マカオ。馬が告げると書いてマカオと言います。馬は何を告げに来ましたか？ヒヒン。訳して。ねえねえ、それ美味しい？うまいか？うまいんか？ちょっと準備してないよ。マカオは胡椒のような見た目ですが、レモンの香りがします。そうだね、爽やかやね。私はクリームプラスジャムでいってみます。絶対それが最適解だと思うんだよね。豪華。豪華だよね。なんかケーキ感が出るよね。ああ、もう何もかも一体となって口の中で溶けていく。それをずんだもん風に言うと、これはめちゃくちゃ美味しいのだ。そんな感じ。口の中に入れた時に言わないよ。そうだね。コンボとミックス何が違うんだろう。コンボってなんだろう。コンビネーション？コンビネーション。最初に生クリームのガツンとした風味がきて、ジャムの甘さというより酸っぱさが、甘酸っぱさがきて、一番最後にスコーンのバターの余韻が残る。ナイスコメントや。そう言おうと思っとったこれ。今年の夏はトマトが高くて、ブルブルガクガクしながら買っていましたが、ちょっと安くなってきました。トマトって夏の野菜じゃないの？そうなのよ。でも今年はダメだった。暑すぎたのかな？トマトは自分で作ってみたいね。なんかベランダで。そうだね。友達からもらったトマトは、ミニトマトすごく美味しかった。でも俺はでかいトマトが食いたいな。そうなの？ミニじゃないの？ミニじゃなくて。でかいのがいいな。たっぷら食いたい。どうやって食べるの？そらトマト料理や。もうサラダにちょい添えじゃなくて。わかった。あれでしょ？トマトのお刺身。刺身？トマトの刺身はサラダじゃないの？トマトの刺身じゃないの？美味しいね。余裕で食えると思ったけれども、結構くるね、腹にずしんと。何グラム使ったこんな。150。ついたよね、別に。そんな多くもないよね。まあまああるかな。まあまあある？さっきのトマトの話やけどさ、ホールトマトとかさ、缶で買ったりするじゃん。
あとパスタのソース作ったり、なんやかんやなんか、トマト缶を買ってたようなイメージがあるんだよね。それを自家栽培トマトにできるとええなとか思って。なるほど。トマト缶のトマトはイタリアのトマトで、長いトマトなのね。味が、なんていうのかな、酸味が少なくて甘い。日本で採れるトマトとはまたちゃう？ちょっと味が違うかな。あれはあれで美味しい。日本のトマトも美味しい。あれが好き。卵とトマトの炒め物。ええね。中華料理ね。でも上手に作るのは結構ジーチャーがいるんだよね。テクニックがいる。昨日動画で見た作り方は、お湯入れてたよ。なんかだしみたいなの入れてなかった？それがコンソメなのか、なんか中華だしなのかわかんないけれども、顆粒だしみたいなのをパッて入れて、ちょっとお湯で溶いてみたいな風にしてたように見えたんだけどな。味全然違うよね。そうなると味変わってくるよね。ねえ、最初ニンニク生姜も入れてた気がするけど、私ニンニク生姜入れたことない。ニンニクとね、生姜じゃなくてね、ネギだった気がする。クリームが。もう好きなだけクリーム使っちゃってよ。ほんじゃ、ごちそうさましましょうか。はい。ごちそうさま。ごちそうさまでした。先の方で渋滞があったから静岡サービスエリアでご飯を食べます。どの車線がまっすぐなのかもわからない。こうか。まあ、とりあえずこの2つはとりあえずまっすぐだね。そうだね。3つまっすぐだけど左が罠な。そうなんだよね。突然右が走れなくなったりとか、そうね。左が走れなくなったりとか、どう注意すればいいのか教えてほしい。台湾ラーメン、名古屋なんだよね。じゃあ今日は名古屋飯をね、名古屋ラーメン食べていこうと思います。まず1個目、台湾ラーメン。なぜか名古屋だけど台湾ラーメン、有名だよね。そしてスガキ屋ラーメン。これはね、名古屋のソウルフードだよね。ふるさとの味。そう、これも食べていきたいと思います。で、これもスガキ屋なんだけれども、味噌煮込みラーメン。味噌煮込み、うどんだ、ごめん。ラーメンだよね。これもね、有名だね。一番美味しい、一番大好き。そうやね。この3つの名古屋味ラーメン食べていきたいと思います。どれからいく？っていうか自分が食べたいのはこれ。なるほどね。じゃあそれどうぞ。じゃあ俺これもらおうかな。まず台湾ラーメン。ニュータッチの台湾ラーメンを4分。煮込みうどんは5分。作っていきたいと思います。液体スープ、かやく入りスープです。タレ、後入れの液体スープ、かやく。お肉たっぷりだね。あ、本当だね。温めます。いただきます。甘い。甘いね。麺をほぐした後に入れてください。デラうま。デラうま辛タレ。子供の頃、スガキ屋の味噌煮込み大好きだった。このカップじゃなく袋麺みたいな。袋麺ね。袋麺売ってるよね。完成、台湾ラーメン。なんだっけ、味噌煮込み。台湾ラーメンいただきます。美味しい。辛い。辛い？
麺がツルンツルンに見える。ちょんちょんだね。うん。麺も美味しい。辛いね。ちょっとピリ辛。醤油系の味で。うん、美味しいよ。麺が美味しい。で、お出汁がね、煮干し系の出汁の香りがすごく強い。煮干し系なんだ。蓋にさ、台湾ラーメンとは何か書いてあるんだけどさ、うん、昭和40年代に名古屋市内の中華料理店でまかない料理として提供されたものが広まったものとされています。今では多くのお店で提供され、名古屋を代表する大人気ご当地グルメとなりました。炒めたひき肉、ニラ、ニンニク、ネギなどを辛く味付けしたものを具にしています。で、当商品は別添えのデラウマ辛タレでマイルドな辛みが楽しめるように仕上げましたと。デラうまい？デラうまい。標準語ですごく美味しい。すごく美味しい。デラうまい。それが正しい発音なんデや。ラうまいじゃなくてデラうまい。デラうまい。うん。しっかりと辛い気がする。美味しいよ。美味しい辛さなんだけれども。旨辛。うどん。美味しい。美味しいっていうか、なんだろう。ああ、これこれっていう感じだよね。麺が重なったようなうどん。美味しい。美味しいよね、その。うん、麺が美味しい。味噌煮込みも。なんだろう。濃い味噌汁みたいな。ね、もっと味噌濃くてもいい。ああ、なるほどね。卵をビングします。味噌煮込みうどん、有名だけどさ、うん、しょっちゅう食うもんじゃなくない？しょっちゅうは食べないね、濃いからね。名古屋駅とかさ、そういうところに行くと味噌煮込みうどんのお店があるけどさ、うん、それ以外味噌煮込みうどん屋さんみたいなのってないよね。普通のうどん屋さんはあって、うん、その中にも味噌煮込みうどんは置いてあってあるよ。花丸うどんみたいなところとか。花丸うどんはない。普通の個人のうどん屋さんには味噌煮込みうどん置いてあるよ。ああ、そうだね。で専門店もいくつかあって、その山本屋そう山本屋もあるし、なんかそれ以外の専門店もある。あるんだ。うん。名古屋結構特徴的な、なんだろう、B 級グルメ多いよね。うん。俺は好き。手羽先だったり、きしめんとか。きしめんとか、うん。天むすとか、味噌カツ？味噌カツ、そうだね。土手にも名古屋名物。そうなんだ。味噌だから。味噌だから。うんうんうん。と、うなぎも有名だね。ひつまぶし。ひつまぶし。大好きだったんだけどね。マジで高くなっちゃったからね。うなぎがね。うん。汗かいた。次に食べていくのが、スガキ屋。ノンフライ麺だから。ノンフライ麺。そう。これも嬉しいよね。中身は3つ。かやく、スープ、あと隠し味っていうのがあるね。どこ？しょいよーへい。これ誰か知ってる？この女の子、うん。なんだろうね。スガキ屋ちゃん。ブブー。スガキヤスーちゃんです。このキャラクターも通るよね。ずっといるよ。スガキ屋っていうとさ、お店で食うとさ、フォークというかスプーンというか、あれが独特なんだよね。先割れスプーン。そう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 。どうやって使うの？あれ何よ？ラあれーメン？は麺も食べれるし、スプーンもあるからスープも飲めるし、便利なものなんですわ。お箸が持てない幼児でもでも小学校の給食って先割れスプーン出てこなかった？あったかな。なんかどっかで出てきた気がするんだけれどもな。あったかな。私小学校の給食先割れスプーンだった。お箸はご飯の給食の日に出てくるけど、普段はなぜか先割れスプーンだった気がする。ああ、そう言われてみればそうだったかもしれない。スープ入れます。ドロンドロン。で、卵ものせちゃう。で、福さんの分ものせちゃうよ。うん。魚。魚。豚骨って書いてあるけど、豚骨おらん。おらん。おらんおらん。も美味しいよ。美味しいんだけど。香りがして、煮干し煮干し。全然こってりしてない。スガキ屋ですからね。色はさ、豚骨、博多豚骨みたいな顔してるけどさ、味は煮干しの。だって1杯290円とかそんなんだったらもう豚骨ね。ねえ。でも蓋にはさ、豚骨って書いてたよ。スガキ屋。スガキ屋。スープも飲んでみて。煮干しスープ。この結構しょっぱい塩味のスガキ屋。
でもこれ目つぶってさ食べたい。塩ラーメンですって言われても信じちゃうよ。そうね。塩ラーメンかもね。じゃあごちそうさましようか。ごちそうさま。ごちそうさまでした。